こんにちは。そしてアッサラームアレイクム。シドニー在住の日本人ムスリマアヤです。この番組イスラムの扉では、改宗ムスリマの私アヤがイスラムの教えやリアルな暮らしをゆるりとお届けします。ぜひ最後まで聞いていってください。さて、突然ですが皆さんに質問です。歴史上最も偉大な発明家で思いつく人ってどんな人でしょうか？レオナルド・ダ・ヴィンチとかガリレオとかニュートンとか、そういう学校の教科書で習った科学者を思い浮かべる人が多いかなと思います。でももし彼らが成し遂げた偉業のずっと昔、何百年も前にですね、その土台礎となる発見発明とかがイスラム世界でムスリムの学者たちによって生まれていたとしたらどうでしょうか？今日は私たちが学校ではほとんど習わなかった、習ったかもしれないんですけど、あんまりフィーチャーはされてなかった、いわば隠されていたと言っても過言ではないイスラム世界の、黄金時代について、ご紹介します。8世紀から13世紀頃、ヨーロッパが暗黒の時代っていう風に呼ばれていました。まさにこの時ですね、イスラム世界では首都バグダードを中心に科学文化が爆発的に発展していきます。でこれはですね、本当に、黄金時代という名前の通り、もう光の時代だったというふうに言われています。まず最初に今回は、3つの衝撃の、発明だったりとかご紹介して、で最後後半はなんでこの歴史を私たちが知らないのかっていう、考察みたいなところ、私が感じていることとか、そんなところをお話ししていけたらと思っています。ではまず1つ目のびっくりするポイントですね。まず医療の話からいきましょう。で抜歯のいらない手術とか、すべての人に開かれた無料の総合病院、これだけを聞くとですね、最近のことかなっていうふうに思ったりするかもしれないんですけど、いつこれが生まれたでしょうか？これはですね、実はヨーロッパのルネサンスよりも何世紀も早く、9世紀の中世イスラム世界ではすでに近代医療の、土台が築かれていました。その中心にいたのが近代外科の父と呼ばれるアル・ザフラウィっていう、人物です。彼はなんと猫の腸から作った体に吸収される糸っていうものを手術に使うことで、抜歯が不要な縫合っていうのを、実現しました。今でこそ当たり前の技術なんですけど、これが1000年以上も前の話だっていうことなんですね。でこれだけじゃなくって、注射器とかメスとか今も使われているたくさんの、手術器具を発明したのも彼の功績になっています。で実はあまり知られてないですけど、彼が書いたですね外科の書、1500ページ以上に及ぶ外科辞典、なんですけど、これは500年以上にわたってヨーロッパの医学教科書として使用されていました。なんとなく全て進んでいるものっていうのは、ヨーロッパの、技術っていうふうに思われがちなんですけれども、実は全然その前に発展していたのがイスラム世界だったっていうことが、わかるかと思います。あとはですね、そのもう一つ、ヨーロッパの医学の教科書っていうものが、イブン・シーナという人に、よって作られました。でこれが、11世紀に彼が執筆したものなんですけど、この、医学書はですね、600年間ヨーロッパの大学で必読の教科書であり続けたというようなことが、分かっています。で実はこの時ですね、このイブン・シーナっていう人は心理学の開拓者の一人にも数えられていて、すでに、11世紀にですね、心理学の、精神治療っていうのを実施したという記録があります。なんとなくメンタルヘルスって最近になって発展したイメージかなと思うんですけど、イスラム黄金時代にすでに認知されていたんですね。でもう一つ素晴らしいのが病院の制度になっています。で872年エジプトで作られた病院ではイスラムの慈悲の精神に基づいて、なんと人種とか宗教とか
関係なく全ての人が無料で治療を受けられました。今の医療制度ももちろん素晴らしいもので発展していますけれども、全ての人が無料で訪れることができていたっていうのは今よりもすごいシステムだなというふうに、思いますよね。なので知らないうちにですね、みんなイスラム、ムスリムの学者の、恩恵を受けているっていうことなんですね。では衝撃2つ目です。これは数学のお話です。数学ちょっと苦手だなっていう方もいると思うんですけど、私もすごい苦手なんですけど、これは私たちの今の生活にはもう切っても切り離せないすごい深く関わっている話です。で、今私たちが普通に毎日使っているスマホだったりとか、あとは、AI ですね。AI に欠かせないアルゴリズムっていう言葉、皆さん一度は聞いたことあると思うんですけど、これはですね、9世紀に活躍したイスラムの天才数学者アルフワリズミさんの名前が元になってアルゴリズムというふうに名付けられました。なんとなくアルゴリズムって最近の話とか AI とか、そういうイメージ強いかなと思うんですけど、私は少なからずそういうイメージでいたんですけど、いろいろ調べていると、なんとムスリムの天才数学学者の、発明だったということです。で、あとは彼が書いた、数学の教科書のタイトルからですね、大数学アルジェブラっていう言葉も生まれました。で、大数学っていうのは学生の頃習った XY とか方程式ですね。で、それに代数入れていくっていうやつですね。私たちも紛れもなく通ってきた道ですよね。ガリレオとかニュートンが登場する実に800年も前にですね、現代科学の土台となる数学の考えがイスラム世界ですでに完成していたというびっくりする事実になっています。衝撃の事実3つ目なんですけど、最後はとっても身近なお話です。で、一つが、結構多くの人が毎日のように飲んでいるコーヒーですね。これイタリアとかヨーロッパのイメージがすごい強いと思うんですけど、実は起源っていうのは9世紀のイエメンで、イスラム神秘主義者たちがですね、夜の修行のために眠気を覚ます飲み物として飲み始めたのが世界に広まっていたとされています。なんとなくイスラムって私たちの日常生活、そのムスリムじゃない人にとっては全然なんていうんですかね、関わりが一切ないっていうふうに思っている人がほとんど、私もこれちゃんと調べるまで全然知らなかったことばっかりですし、そういうことが多いと思うんですけど、実は生活していたらみんながムスリムの、発明だったりとか発見で恩恵を受けているっていうことなんですね。これはもちろんイスラムに限ったことではなくて、私たちは常にいろんな功績とか、発明によって今、生活できているっていうことなんですけど、なんとなく異質に思われがちなイスラムって実はすっごく身近なんだよっていうことが、コーヒーの例からもわかるかなと思います。で、あとは以前のポッドキャストでこれについてまるまる解説しているのがあるんですけど、世界で最も古くから運営されている大学ですね、ギネスにも登録されている、大学、実はムスリムの女性が作ったという事実があります。これも9世紀の、出来事、859年ですね、西暦になります。なんとなくそれこそ何度も、このポッドキャストでお話ししてますけど、イスラムって女性を抑圧してるとか、女性がかわいそうな宗教なんじゃないかっていうふうに思われがちですけれども、歴史を見ていけば大学の一人の女性がスタートしたっていうところもありますし、あとは預言者ムハンマドの奥さんがですね、最初のいわゆる学者というか、先生としてですね、預言者が亡くなった後に、カリフという形でイスラム共同体の代表として、カリフ制度っていうのがスタートしましたけど、そのカリフになったその代表の、人たちが一番頼っていたのは、預言者の妻であったアーイシャになります。なので実はイスラムってもともとすごく男女の差別とかっていうのない、すごく平等な
宗教なんですよね。はい。ではここまで3つの、領域、医療と数学と、あとは日常生活、コーヒーとか大学とかっていうところを、お伝えしてきましたけど、こんなにすごいのになんで全然知らなかったんだろうっていうふうに私は調べていて思ったんですよね。でやっぱりその理由の一つっていうのは、私たちが学ぶ歴史っていうのがアメリカヨーロッパ中心に描かれている歴史を習ってきたからだなっていうのが一つありますよね。でそれだけじゃないんですよね、実は。で背景にはオリエンタリズムっていうすごい根深い思想があります。でこれは何かというと、西洋が自分たちを理性的で優れている存在だっていうふうに定義するために、その反対側の対象物として東洋、そして特にイスラム世界を非理性的で野蛮で遅れている、社会なんだっていうふうにイメージをですね、意図的に作り上げてきた歴史で、これはアメリカヨーロッパが自分たちの優位性っていうのを確認して、白人優位性ですねを確認して、で植民地支配とかの介入を正当化するためのすごい強力な、ツールとしてずっと使われてきました。で今も十分使われていますよね。より利権というか石油とかの資源をめぐる部分も入ってきて、イスラムイコール脅威であるっていうような物語がメディアを通しても、例えばエンターテインメントのそれこそハリウッド映画とかアニメとか、そういったものを通してずっと、作られてきたっていう都合のいい敵にされてしまったっていう側面があるかなというふうに感じます。でこういったいろんな大きな力による、歴史修正みたいな事実を知っていくっていうことは、単にそうだったんだ、びっくりだなっていう風に知識が増えるだけではないんじゃないかなという風に私は思っています。でこういう風にもともと刷り込まれていたことをちょっと疑って違う視点からも見てみるっていうのは、私たちの中にいつの間にか刷り込まれてきた偏った世界の見方をちゃんと理解して、でより公正で、公平なバランスの取れた視点を取り戻すのにすごく重要なステップなんじゃないかなというふうに、感じました。今回の放送を通して、自分が知っていることのその視点ってどんなところの視点からの事実なんだろうっていうのを、考えるきっかけに少しでもなったら嬉しいなというふうに思いますし、やっぱり私もこれはそうですけど、私たちがお互いの文化とか偉大な功績、その宗教のバックグラウンドとかは抜きにして、そういったところに敬意を払いつつも、より真実に近いというか、そういったものを、見極める力をつけていけたらなというふうに、個人的には思っています。ブログイスラムの扉に今回の元になった記事を掲載しています。ブログの方では今回お伝えしていないものもたくさん入っている内容になっているので、ぜひぜひ他にはどんな発明とか発見があったんだろうっていうところ、気になる方はそちらも、見ていただけると幸いです。でエピソードの概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから、アクセスお願いいたします。もしよろしければ番組のフォローと、レビューもいただけると大変励みになります。では最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。アッサラームアレイクム。あなたに平安がありますように。